なんか歩き方が変だね。昨日酔っ払ってくじきました。下り坂で足くじいちゃったね。酔っ払って調子に乗ってたら、いやー、この時はまさか捻挫が座骨神経痛になるとは思わなかったね。それではチョコ三昧の2日目。スタート。いやー、朝から幸せだったね。ここチョコホテルのメインはこの朝食だからね。チョコ味のパンとかケーキとか、あとチョコクリームのディスペンサー。見てこのチョコレートファウンテン。ジェラートマリトッツォにもチョコかけ放題。さすが食いしん坊のアイランドっていうだけあるね。私はチーズとかハムとかタンパク質しっかり取れてよかった。グルテンフリーコーナーも充実してたね。こういう配慮嬉しいよ。フルーツもあるし、ジュースはザクロとか生姜入りのジュースとかも充実してるね。いっぱい甘いものを取ってきました。マカロンも、あとはこれが昨日夫が美味しいって言ってたメインのケーキ。まずはじゃあこれをいただきます。朝から甘いもの幸せです。予約の時に動画撮りたいって伝えといてよかったね。おかげで7時のオープン前にがっつり撮影させてもらったね。ドアが開いたと同時にみんな一斉にカメラ片手に入ってきたくらいだからね。やっぱりみんな朝食目当てでここに泊まるんだね。お腹も満たされたことだし、そろそろ旧市街に行きましょうか。この足で昨日の急坂つらいよ。バスで行けるんだね。ドアが閉まる前に出発なんて、俺みたいにせっかちだなこのバス。昨日は30分以上も登ったのが嘘みたい。なんて楽ちんなの。バスを降りてからエレベーターにも乗れたしね。オルビエートではエスカレーターもあったし、丘の上にある旧市街はこういうところ多いみたいだね。今日一つ目の目的地へ。イタリア土産の定番チョコバチ、その生みの親のペルジーナ社の本店へ。バチは2022年に100周年だったから今年で103歳かな。スーパーやお土産屋さんでも見ないようないろんな種類があったね。一粒ずつ10種類買おうかな。どれにしようかな。そんなに買ってどうすんの？それは後でのお楽しみ。せっかくだからチョコ祭りの前にちょっと散歩しようか。チョコ以外のことを全然調べてないからね。行ってみよう。これがサンロレンツォ大聖堂の前にあるマッジョーレ噴水です。街のシンボルになってるそうです。ここは山の上にあるので、13世紀当時作られた時はこの山の上まで水を運ぶために水路を作って当時の最先端技術で水を運んだそうです。観光ガイドはやっぱ私には無理みたい。ペルージャはウンブリア州の州都。人口約16万人。栃木県の小山市ぐらいかな。サッカーの中田秀とかバレーボールの石川祐希ぐらいしか知らなかったけど、ここには外国人大学もあるんだね。道理で外国人が多いわけだ。学生街のおかげで食堂みたいな中華もあったね。私の大好きなサンラータンスープも久々に食べれて幸せだったな。中華美味しかったね。2人で9ユーロです。安い。安い。チャーハンうまかった。美味しかった。ちょっとしょっぱい味で口直ししたところ、今回のメインイベントに行きましょうか。ついにやってきた。ヨーロッパ最大級のチョコレートの祭典、ユーロチョコレート。前回の動画を見た方はご存知だと思うんですけれども、前日オープン間近の、チョコの博物館に行きまして、いろいろ勉強したんですけれども、このフェスティバルはドイツのオクトーバーフェストにアイディアを得て始まったそうです。日本だとフランスのパリで開催されるサロン・ドゥ・ショコラの方が有名だと思うけど、ビール祭りに感化されたお祭りなんて私たちにぴったりだね。ここの特徴は何といっても地元重視。ペルージャを拠点にした有名なチョコレートメーカーがずらりと並ぶ。そんなのはめったに見られない光景だね。
アと全く違う。美味しい。チョコレートのサラミです。甘いってことですか？甘いってことです。この味がするのかな。チョコビールかな。あとはこれはチョコピザだって。ピザ、チョコパスタもある。チョコの味がするのかな。今回は雲がテーマだそうです。わあ面白いねこれ。大きいボタンボタンが大きいね。大きいトリュフ。たくさん試食もできたし、お土産もいっぱい買えたし、普段イタリア語で話すのを躊躇しちゃうけど、やっぱチョコのパワーだね。自分からいろいろお話ししてたからね。あなたの食い意地はすごいよ。そういえばいろんなお店でいっぱいちっちゃいチョコレート買ってたけど、どうするの？それはこれのため。手に入れました。欲しかったアドベントカレンダー。これが中がどうなってるかというと、写真が入っていて、よいしょ、ウンブリアの各地域の写真が入っていて、チョコレートもちょっと入ってます。これを後で自分で好きなチョコレートを詰めて、毎日12月1日から開けていきます。やったー。名残惜しいけど、そろそろ帰りますか。今ここにいて、これでずーっと行くとさっきのペルージャのメインの駅。ミニメトロで下まで降りてみよう。でこの特徴はゆりかもめみたいなミニ路線。いやー、ペルージャ良かったね。いやもうチョコレート三昧だったね。朝食もすごかったね、チョコホテルの。いやもうこんな朝食見たことないって感じでしたね。あとは街並みもすごく綺麗だから、次は観光しにゆっくり行きたいね、ペルージャ。はい、街並みも綺麗だし、若い学生もいっぱいいる大学の街。そして次週はどっちにしようかまだ考え中なので、お楽しみに。それではチャオチャオ。